どうも、クピオです。改良された JB スタディスカバリーで高速道路走行し、車着旅に行ってきます。前回ディスカバリーで一般道路車着旅に行って約1ヶ月経ちました。その時に気になった点があったんですけど、いろいろ改良されたようです。スピード感すごいですね。今回改良された箇所を実際に使っていきます。前のディスカバリーは白ベースだったんですけど、今回黒です。よく見るとただの黒ではなくてメタリック調っていうんですかね。すごいテカテカ光ってて、角度によって光の反射も変わってすごいかっこいいですね。このディスカバリー、簡単に特徴をお伝えしますと、税込み諸経費込みの850万円カムロードベースフル装備キャブコンです。家庭用エアコン、リチウムバッテリーはもちろん、オプション級の装備が全て標準装備です。スペックはこちらに掲載しておきます。前回動画出して初回販売分の30台すぐに売れたそうです。現在4区も開発中ということで、また帰ってきて撮影できそうだったら撮っておきます。今回の旅は高速道路を中心に走行します。このキャンピングカーは肉のガソリンなので上り坂が不安です。前回行けなかった岐阜長野県のきつい上りのある高速道路を走ってみて途半性能を確かめます。自分はカムロードディーゼルターボ4駆乗ってますんで、違いも体感します。上り以外に気になるのが風のふらつき、高速道路での直進安定性、高速道路での走行充電の発電量です。はい、本格的な上りに入る前にいたパーキングエリア入ります。なんとアラウンドビューモニターが標準装備です。これめちゃくちゃ見やすいですね。もう1センチ単位で止められます。これ標準すごいな。全長が5メーターなくて、サイドもこのオーニングを除けば2メーター以下なので、高さ制限のないところでしたら大体どこでも止められます。これ見てください。後ろほぼぴったりです。そしてこちら左です。そして右側全部ぴったりです。この駐車結構難しいんですけど、アラウンドビューモニターがあったら誰でもできます。前回このアラウンドビューモニターなかったんで、こちらもブラッシュアップされた装備になります。車内で気になる点なんですけど、前回デメリットで上がった部分ですね。そちらどうなってるか。まずこの排水タンクですね。前回すぐに満タンになってしまったんですけど、やはり容量が少なかったんで倍にしたそうです。排水タンクは60リッターになったようです。なのでこのマルチルームで今日もシャワーあります。でこのシャワーカーテンがつきました。これですね、前なかったんですけど、これで窓やこういったパッキンに水がいかなくなりました。こちらも改善ポイントですね。前回はソファーをベッド展開して眠ったんで、今回はバンクベッドで寝てみます。でこれすごいんですけど、前ここ板で埋まっていました。でもこれくり抜いて行き来しやすくなってます。これすごいですね。あとはこのソファーのベッド展開するときに、このテーブルが結構大きくて邪魔だったんですよね。でもこの分の出っ張りがなくなってこんな感じで折れ曲がっています。この下にあるレバーを引いてこんな感じで横に出せます。でこの折れ曲がったテーブルのこの角に折りたたみの金具があります。2箇所押してこんな感じで以前と同じサイズになります。この大きさだとこちらがベッド展開した時にこの手がここ入れなくて、ベッド展開からソファーに戻すのが大変でした。ここがないだけで、ここのソファーですね、こうやって簡単に引いてベッド展開できます。この状態だったらここにスペースできますんで、この行き来もできますね。このスペース歩けますんで、こっち側に移動できます。このレイアウトは家族使いやペットなども使いやすそうですね。こちらで1人眠れるようにして、こちらで2人対面でご飯とか食べれます。そしてまたソファーに戻す時もこのテーブルがない分、ここに手持っていけますんで簡単に戻せます。これだったら寝るときベッド展開して、で朝起きてまたソファーモードに戻すときも座ったまま簡単にできますんで、このリアエントランスのデメリットが少し解消されます。このレイアウトはかなり広くていいんですけど、常設ベッドが下でないっていうのが
デメリットになります。でもこれだったら問題ないかもしれません。それでは早速高速道路を走ってきます。今回走行充電も何%増えるか検証します。現在リチウムバッテリーの残量は 70%70A です。こちら 48V システムなんで最大容量 100A なんですけど 12V 換算で 400A と同等になります。で屋根に 400W のソーラーパネル積んでます。でも今日曇りなんでほとんど発電しないと思います。もう夕方っていうのもあるんですけど、一旦これ電源全部切ってみます。冷蔵庫も切ります。この状態で現在約 2W 消費されてますね。もうほとんど消費してない状態です。この状態で1時間ぐらい走行してみて何%増えるか検証します。はい、それでは安全点で行ってきます。まずは合流加速ですね。40キロからフル加速してみます。できるだけ加速感してもらいたいんで、加速のシーンはノーカットでいきます。はい、現在40キロです。じゃあフル加速いきます。せーの、はい。はい、現在60キロ、70キロ、はい、80キロです。はい、やはりガソリンエンジンなんで、最初の加速、低回転の時ですね、エンジンが2000、3000の時はそんなに加速しないんですけど、でさらに踏んでいったらエンジンの回転数が4000、5000になってくると結構ウィーンってうねる音がして背中がシートに押し付けられるぐらいの加速感はありました。ディーゼルエンジンだったら2000、3000からガーッと進んでいくんですけど、ガソリンエンジンなんでやっぱり高回転で加速していく感じですね。出だしは遅いけど後伸びする、そんな感じでした。なので高速道路、平地の合流は全然問題ありませんでした。今ですね、ちょっと橋の上で風が微妙吹いてるところなんですけど、ちょっとねやっぱりゆらっと揺れる時があります。この辺は4駆に比べると2駆はリアのトレッド幅、タイヤとタイヤの幅が広くないんですよね。なので自分の乗っているカムロと比べても少し揺れるかなという気はします。まだこの程度の風なら大丈夫なんですけど、これ以上強くなったらどうなるかちょっと試してみたいですね。今岐阜県で長野県へ向かってます。でここからですね永遠に上りが続きます。しかも結構きつめです。はい、日が落ちて少し暗くなってきました。なんか夜の高速道路って雰囲気いいですよね。ワクワクします。はい、今勾配が 5.1% と出ていました。かなりきついです。で80キロ走ったんですけど、速度がどんどん下がって70キロまで下がったんで、今アクセルを目いっぱい踏み込んでます。そうするとエンジンが5000回転まで上がってウィーンと加速して80キロに戻りました。でその後また2000回転に戻ってるんですけど、アクセルを 3、40% 強く踏んで速度をキープしてる感じです。そしてギアが上がってまた速度が下がってくるとアクセルを踏み出してギアが下がってキックダウンが起きてエンジンの回転数が上がって速度が回復するような感じです。これはやっぱりディーゼルと違って高回転でパワーが出るんでエンジンがうなりますが、80キロはもう慣れくキープしてくれます。結構アクセルの加減が必要になってきますんで、社外品のオートクルーズつけたらアクセル操作いらずに80キロキープしてくれますんで、運転の快適度はかなり上がりそうです。はい、今途半車線のある上りに入りました。途半車線に入らんでも大丈夫ですね。普通に走行車線80キロでキープで走れました。ちなみに生活用水はほぼ満タンの70リッター入っています。今1人乗ってるだけなんで、これが家族車中泊4人とか乗るとどうなるのか気になりますね。はい、ちょうど1時間ぐらい走行したんで、どのぐらい充電されてるか確かめます。95% まで増えています。ということは1時間半走行して 25% 増えたことになります。1時間あたり 16% ぐらいですね。ワットに換算すると約850ワットです。一般道が800ぐらいだったんで、やっぱり高速道路少し高くなりますね。これでまたガンガン電気使えます。この車エアヒーター搭載されてるんですけど、今日は電気余ってますんで、この家庭用エアコン、こちらの暖房を使います。はい、もうちょっと進んで長野県まで行こうと思ってたんですけど、お腹空いたんでもうここでご飯食べます。いやー、しかしこの黒、夜見るとまた映えますね。なんか黒光りしています。ザ・キャンピングカーというよりか高級感、ステルス感もあります。一瞬車中泊してるように見えないですね。それではミラー畳んどきます。助手席側は電動です。
もちろんシェードもワンタッチです。運転席と後ろの間はカーテンがあります。夜の照明全部つけると結構明るいですね。前はこのサンルーフの照明こちらつけていませんでした。これも加わると結構明るいです。やっぱりこのテープライトですね、これが一番明るいです。その代わり電気もよく食います。そして前ですね、この LED のテープライトちらつきがありました。ここの温水ボイラー使うと電力結構高いんで、最初の方点滅するような感じでちらつきがありました。こちら改善したようです。ここ開けるとこれが抵抗だそうです。こっちもあります。これを入れることによってちらつきを軽減されたそうです。シャワー浴びたいんで早速温水ボイラーつけてみます。さあどうでしょうか。ほんの少しこのサンルーフの LED 照明がちらつきましたが、一番明るいサイドのテープライトは全くちらつきませんでした。かなり軽減されてますね。これだったらもう全然気にならないと思います。このマルチルーム少しひんやりしますんで、暖房をつけて温めておきます。インバーターつけてこれで暖房を使えます。今回着替えはここの上の収納に入れてます。もうパジャマに着替えます。なんか今回持ってきたパジャマ、この JP スターのソファーと同じですね。これ着てこのソファー座ったら一体化しそうです。これ今エアコンの暖房と温水ボイラー電気で両方使ってます。何気にすごいですね。現在 1200W 消費しています。はい、あったかいお湯出てます。それでは入っていきます。はい、めちゃくちゃさっぱりしました。ちょっとドライヤー忘れてしまったんですけど、エアコン乾燥してますんで、もう放置で乾かします。マルチルームなんですけど、もうシャワー入った後そのままです。こんな感じで床びしょびしょ、そしてシャワーカーテンもびしょびしょ、壁もびしょびしょですね。で今回ですね、この傾斜がこっちが下になってます。でここに排水口あります。なんでちょっとこっちが溜まっちゃいました。でマックスファンこれ標準でついてますんで、ここ開けて換気しておきます。はい、マックスファン使うにはここの換気扇ですね、ここを押します。そしてスイッチを押します。でここの窓開けときます。少し開けてこれで放置して乾かします。さあ風呂上がりの冷たい飲み物いただきます。それではお腹空いたんでご飯作っていきます。何やら改良されたポイントもあるみたいなんで楽しみです。今回の収納なんですけど、ここに調味料とか入れてます。でその横はお皿やフライパンなど入れています。もう全然この辺はスペースが余っています。換気扇は前と変わってないですね。ちょっとうるさいんですけど結構強力な換気扇です。で反対側のこの台ですね、その下がこんな感じでラップ系など入れています。その下ゴミ箱とかティッシュとか入れています。でここ防水で靴が置ける場所です。今回何も置いてません。で冷蔵庫電子レンジ周りなんですけど、ここの下にも収納あるんですけど、もうトリセツとか入っていたんで何もいらってません。こことここも収納あります。でその横ここにも収納あります。でダイネットの上部収納に着替えや小物など置いてるんですけど、この一番端のところですね、ここも
キッチンから手届きますんで、調理系の道具を置くのに適しています。あとここですね。ここは何も置いていません、今回。で、ここなんですけど、このシンクのすぐ下ですね。ここ改良されていました。前はカセットガスが装着しにくかったんですけど、なんと今回スライドレールがついて取りやすくなりました。ここにスライドレールついてますね。一回引いています。これすごいですね。このガスコンロのためだけにスライド長板ついています。前は奥まっていてもうかなりつけにくかったんですけど、これだったらちゃんとついてるかも確認できます。そしてこのシンクの蓋ですね。こちら前ちょっと落ちてきそうなってたんですけど、この止めるやつがつきました。でこちらは今回のプロトタイプだけつけたようで、製品版はこれがなくても上げるだけでしっかり止まってくれるようになるようです。じゃあ換気できるようにここ開けときます。網戸にしておきます。火をつけるのはここを回して、でここで着火ですね。あれつかない。これ線がありましたね。こちら開けときます。つきました。それではフライパン使ってご飯作ります。で今回焼きビーフンですね。すごい食べたくなんで買いました。まずは具材炒めるんですけど、この富山県でよく売っている煮豚、これめちゃくちゃ美味しいんですよね。こちらで焼きビーフン作ってみます。すごい美味しそうです。でもこれもう火通ってますんで最後に入れます。じゃあ麺作っていきます。冷蔵庫冷えすぎて凍ってます。ディスカバリーの冷蔵庫はよく冷えるようです。いやごちそうですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。コンロの火力も高いんで素早く料理も作れて美味しかったです。はい、それではパパッと片付けていきます。やっぱりこのリアエントランスはダイネットの方に匂いや油が飛び散りにくいんで、なんか料理しようって気しますね。この辺フラットだし、壁の方も何もないんですごい掃除しやすいですね。そういえばシャワー後マックスファン回して換気していたマルチルームどうなったでしょうか。
うわ、すごい、ほとんど乾いてますね。壁も一滴もついてません。床は水はけが悪かったんでまだ濡れてますが、壁はほとんどもう乾いてます。マルチルームにマックスファンあるんで、ほとんどシャワー後拭き掃除しなくていいですね。これはめっちゃいいです。はい、じゃあもう窓閉めてマックスファンも切っときます。自分が乗ってるキャンピングカージル520のマルチルームよりこのリアエントランスのマルチルームの方が広い気がします。シャワーしていても全然壁に手も当たらないし、少し広いだけですがストレスなくシャワーを浴びれるので羨ましいです。はい、後ろの窓ももう閉めておきます。今日はまだ時間ありますんでゆっくり過ごします。で、テレビがですね見れるみたいなんでテレビ見て過ごします。テレビの付け方なんですけど、まずはインバーターのスイッチをつけます。そしてリモコンでチューナーとテレビの電源をつけます。これがテレビチューナーですかね。はい、でこれがテレビのリモコンです。はい、表示されました。しばらくお待ちください。入力を HDMI に切り替えます。ついたんですけど、なんか信号が弱い、またはありませんってなってます。この辺結構ね山なんでテレビの電波が来てないかもしれません。なんかこの辺テレビ愛知とか出たんですけどやっぱり見れないですね。ちょっとスキャンしてみます。はい、来ましたね。ただですね、映像がガビガビです。わかりますかね。もうガビガビです。でこのテレビですね、なんか聞いたらこっちの地デジチューナーと車のナビ、こちらのチューナー両方切り替えて見えるようです。一回車の方を使ってみます。ナビの方がねテレビ強かったと思います。はい、ナビの起動はこの運転席の横のスイッチ、ここを押すとエンジンつけずにナビが起動します。はい、テレビ見えましたね。そしてテレビの入力を今 HDMI なんでビデオ入力に切り替えます。そうするとナビの映像が来ました。切り替えました。すごい綺麗な映像です。普通に家のように綺麗に見えます。これ地デジは見れない場所でもこんな感じでナビのテレビの映像は普通に見れることがあります。でこれすごい音がいいんですよね。ここにスピーカーがあります。ここ1箇所、ここ2箇所で、反対側ここ3箇所目、そして一番後ろここですね、4箇所スピーカーあります。これはナビの音声がこの後ろのスピーカーに流れます。ということは走行中前のナビのテレビを後ろのモニターに映して、ここで家族座って同じテレビ共有することもできます。こんなにもたくさんスピーカーありますんで、どこでもはっきりテレビの音が聞こえると思います。さあ、それではテレビ見てゆっくり過ごします。一瞬寝てました。もうテレビ消して寝る準備します。バンクベッドのベッド展開していきます。ここにロックがあります。解除します。はい、じゃああとは引きます。すごい軽いですね。指一本で引けます。あとはこのマットをずらします。今サイズ測ったらこの横ですね、これが185センチありました。で、奥行きは165センチなんでそんなに長くないですね。なので大人が寝るときは頭はこっちの窓か反対側の窓にして寝る感じになります。で、マットこの奥の方は結構薄くて5センチぐらいですね。で、この手前の方は分厚くて厚みあります。こんな感じ、10センチぐらいありますね。こちら側にスポットライトありますんでこっち頭にします。それでは照明は一つだけ残しておかけします。結構明るいんですけど自分明るい方が好きなんでこれで眠ります。はい、バンクの寝心地はどうでしょうか。
ちょっとね天井近さはありますけど、でも大丈夫なぐらいですかね。だいたい目視で30センチないぐらいですかね。スペース的にはこっち側も大人1人ぐらい眠れるんですけど、これ高さはないんで、こっち側は結構圧迫感あると思います。なのでここは大人1人と子供1人が出るのがちょうどいいかもしれません。この高さがあんまりなくても圧迫感を感じない方は、横幅はかなり広いんで大人2人も大丈夫だと思います。で、背中のクッション性は今寝た感じ問題ないんですけど、一晩寝たらどうでしょうか。ちょっと痛くなりそうな気もします。また明日の朝起きて確かめます。このバンクベッドの窓から見る高速道路めっちゃ好きなんですよね。なんか子供に戻ったようなワクワク感があります。そしてまたこのバンクの上から見るキャンピングカー全体の景色もすごい好きです。ここカーテンありますんで、もう暗い方がいい方はこんな感じで閉めて、ここの電気も消せばかなり暗くなります。でもここは網とか柵ではないんで、普通に寝返りしたら落ちそうな気もします。ちょっと怖さありますね。できるだけこっち側寄って、でも圧迫感感じないぐらいで寝ます。気になっていた高速道路トラックのエンジンつけられてる音ですね。騒音はあまり聞こえません。真横にトラックがいてるわけではないんですが、一つ通路を挟んでエンジンつけて休まれているトラックがいます。もう自分は少し聞こえるんですけど、このぐらいだったらぐっすり眠れそうです。明日は JP スター戻る前に強風の場所も走ってみたいですね。風の煽り体勢が気になります。行けそうだったら強風の伊勢湾岸道など走ってみます。明日の高速道路旅も楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。ちょっと寒いですね。背中なんですけど痛くなりませんでした。というのも結構真ん中気味に寄ってたんですけど、ちょうどですね、この分厚い方のマット、こちらからなんですけど、こっち薄いんですけど、ギリギリ背骨が太いこのマットレスでした。このバンクベッドの端よりちょうど真ん中くらいですかね。このぐらいで寝たんですけど、ちょうどその境目に背骨が入ってくれたんで、痛くなかったです。多分この薄い方のマットレスがもうちょっとこっち側になると背骨痛かったかもしれません。なのでこのバンクベッドは本当に寝れるバンクベッドです。このルーフの窓のシェード、ここから手届きます。うわ、明る。もう電気つけなくてもいいぐらい明るいです。これはいいな。暖房をつけておきます。こうやって窓を開けたら照明いらないですね。大丈夫ですね。やっぱり天井の窓が大きいですね。そしてこの今日寝たバンクなんですけど、仕掛けがあります。ここにロックがついていて、でここをロックしとくと走行中もこのまま動かないそうです。これいいですよね。しっかり動かないようになってます。こっちもありますね。セカンドシートの上にちょうどこのバンクが来るようになっています。でもそんなに椅子の半分ぐらいですかね。出っ張り具合はちょっと座れるか座ってみます。頭つきますね。大人はダメです。子供ならこのバンクベッド出したままセカンドシート座れます。もしくはもう1人2人使いだったらこのままバンクベッド展開しておいてもいいかもしれません。バンクベッド通常はこうやってマットを移動させて、でバンクをしまう。この作業が必要になってくるんですけど、常に展開できるんだったらもう布団もそのまま展開したままでいけるんでかなり楽ですね。今回自分はウォークスルーで使いたいんで、バンクベッドは閉まったままで移動します。で最後にここギュッと押すとロックがかかります。これでも動かないようです。で一応念のためにここのロックを押します。
予想外のことが起きてしまいました。今から山の方、長野県の方向かおうと思ってたんですけど、天気予報ですね、昨日調べたら雨予報でした。でも今確認すると、今から進むところ、今ここなんですけど、こう長野県の方に行きます。でこれ時間過ぎていくと、このピンクのやつが雪なんですけど、なんとここ境目で長野県から雪に変わるそうです。出発時点では雨予報だったんで、これ車スタッドレス履いてないんで大丈夫だと思って長野方面来たんですけど、これ以上進めないですね。どうしましょう。一旦高速道路降りて U ターンして太平洋側に戻るしかないです。でも逆に昨日ここ早めに止まってよかったです。これ以上進んでいたら今頃もう雪まみれかもしれません。不幸中の幸いって感じですね。もう3月入ってるんで雪は降らないと思ってたんですけど、最後の雪っぽいです。現在小雨が降っていて路面はウエット状態です。で今から長距離高速道路走行します。途中朝ごはんも作りながら車内の快適性も確かめます。この後ろのテールランプ赤と黒いメタリックの色ですね。なんかすごいかっこいいですね。街のこのアスファルトの黒と結構溶け込んでいます。キャンピングカーの中に入れるとかなり異色な感じがして目立ちそうな感じはします。ここの運転席や助手席の後ろと後ろの背もたれの間スペースあるんで、カバンを置くのにちょうどいいですね。やっぱり R&B モニターすごい見やすいですね。キャブコンには必須の装備だと思います。それでは安全運転で再出発します。まずはですね、一旦高速道路降りて U ターンします。なんか一晩経って改めて運転して上り坂登ってみて感じたんですけど、やはり普通に走ってると速度が下がってきます。なので強くアクセルを踏まないと速度は維持できません。キックダウン必須、油断してると速度が下がるという感じです。インターチェンジの降りるきついコーナリングなんですけど、ロールなんですけど、やっぱりダブルタイヤなんでね、ある程度ロールは抑えられています。ただないことはないので、ゆっくり速度を落として走らないといけません。それでは一旦中津川インターチェンジで岐阜県に降り立ちます。岐阜県滞在時間30秒。また高速入ります。この先は雪なんでしょうがないですね。次は下りですね。そして今日風が結構微妙当たってますんで、風の横風対戦煽りですね、検証するにはぴったりかもしれません。はい、今ちょうどですね、バスですかね、トラックが後ろから来ました。風の煽り体制どうでしょうか。意外とですね、そんなに揺れなかったですね。はい、またトラックを追い越されましたね。今んとこ風の揺れはほぼ受けてません。すごいですね。また来ましたね。次はもうハンドル軽く触れた状態、この状態で体感してみます。さあトラック来ました。はい、揺れませんでした。そんなに大きいトラックじゃなかったですね。また大きいの来ました。ちょっと来ましたね。多少来たんでちょっとハンドル修正しました。なんか体感的には速度差が多ければ多いほど風が当たりちょっと揺れる感じがしました。追い越すトラックがちっちゃかったらほとんど揺れない感じです。はい、お腹と背中がくっつきそうなぐらいお腹ペコペコになりましたんで、次のパーキングエリアでパパッと朝ごはんを食べます。はい、到着しました。このリアエントランス左の後方ですね。これすごい見やすくていいですね。窓が大きいんで。では今日雨なんでもうこのままウォークスルーします。さあ冷蔵庫にはウインナーと卵、そして千切りキャベツあります。レトルトのご飯もあります。もうこれで簡単にウインナー目玉焼き丼作ります。
ウインナーがすごいいい感じに香ばしくなりました。それではいただきます。ごちそうさまでした。はい、それでは再出発します。今から愛知県戻って伊勢湾岸道走ってみます。はい、今アプリで風調べてたんですけど、この青いとこが風速1メーターぐらいで、赤いところは16メーターとか、すごい風が強いんですけど、これが太平洋ですね。山の方はやっぱり低くて、太平洋側はかなり強いです。伊勢湾岸道も海沿いになりますんで、どうなんでしょうか。危なそうだったら引き返します。はい、合流します。はい、80キロ達しました。はい、あれ、なんじゃこれ、事故かな。なんか事故ってます。ちょっと安全運転で行きます。やっぱり路面が滑りやすくなってますんで、スリップ事故多くなってきてます。これに風も加わりますんで、ちょっと伊勢湾岸道行くのが怖くなってきました。来ました。強風でおなじみの伊勢湾岸道です。現在吹き流しなんですけど、真横まで行かないんですけど、結構揺れてましたね。なので風速7から8、9あたりじゃないでしょうか。現在約75キロぐらいで走行しています。いや、緊張しますね。ここ海の上走るんで、景色は最高なんですよね。めちゃくちゃ綺麗です。今んとこなんですけど、風で振られることはありません。もうちょっと走ってみたいですね。ここの道路トラック多いんですけど、トラックは普通に80キロ以上で走行しています。やはり重さがあるんで、横風にはトラック強そうですね。はい、今横遮るもの何もありません。風での揺れなんですけど、ちょっとですね、やっぱり吹くと軽く揺れるときはあります。でも両手でハンドルしっかり持ってあげると、70、80キロ走行では問題なく走行できています。これが風速10メーター以上になってくると、また変わってくるかもしれません。もう本当このキャブコン橋の上、すごいなんか腕に力が入ります。横からの風の煽り、来たらすぐ修正打打たないとまっすぐ走らないんで、そして後ろから横からトラックが追い越すんですよね。その時の風の煽りも考えないといけません。なのでかなり緊張します。なんか普通の車の3倍ぐらい強風の橋の上は疲れるイメージです。ここのパーキングエリアで少し休憩します。はい、無事パーキングエリア到着しました。緊張しました。それでは改良されたディスカバリーで高速道路2日間走ってみた感想をお伝えします。まずはいまいちだった箇所なんですけど、上りですね。アクセルベタ踏みがありました。平坦な箇所や少し上りぐらいでは全然問題ないんですが、途半車線のようなきつい上りの場合はかなり速度低下しますんで、アクセルを強く踏んでキックダウンを起こして加速する必要がありました。今回 2,3 回ほどベタ踏みがありました。でもずっとベタ踏みではなくて、ベタ踏みしてアクセルが回復したら離すという感じでした。
なので今回アクセル操作はすごい多かったです。社外品のクルコンつけたいですね。そしてディーゼルと比べるとアクセル操作は 3,4 倍必要といった感じです。次のいまいちの箇所なんですけど、直進安定性ですね。そんなにいいとは感じませんでした。これは4駆もそうなんですが、このトラックのキャブコンですね。キャンピングカータイプは全体的にあまり良くありません。強化ショックアブソーバーや強化スタビライザーなど足回りを強化すれば多少マシになります。次のいまいちなところは横風ですね。自分4駆乗ってるんで4駆と比べても少し横風に弱いかなと思いました。ただ自分の場合はもうすでに強化ショックアブソーバーや強化スタビライザーなど足回り評価してるんで単純に比較はできませんが、ノーマル同士で比べても多少やっぱり肉の方が横風に弱いかなと思います。というのもこのタイヤとタイヤの幅、トレッド幅が肉の方がちょっと狭いですね。4個の方がちょっと広くなります。問題ないといえば問題ないレベルなんですけど、少し気になったのでお伝えさせてもらいました。次は4駆もそうなんですけど、コーナリング時のロールですね。傾きは結構あります。なので高速道路のジャンクションのきつめのコーナリングですね。こういうところはもう40キロが限界です。これは4駆もそうです。ただ制限速度も40キロに制限されていると思います。でも他の車って結構速いですよね。なのでジャンクションは後続車に煽られたり少し車が詰まったりするかもしれません。次良かったところなんですけど、加速ですね。音は結構ねウィーンってするんですけど問題なく加速してくれました。東半車線も問題なかったです。少し遅いのは想定範囲内だったんですけど、きつい登れなかったらどうしようかなと思ってたんですけど、そこは問題ありませんでした。80キロ巡航はもちろん90キロ100キロも出ます。やっぱりですね、キャンピングカーは80キロで巡航するのがちょうどいいんですけど、80キロ巡航するには90キロできれば100キロ加速しないと80キロ巡航ができません。というのも高速道路上77キロとかそういった微妙な速度で走行している車もたくさんいます。各車メーターの誤差があるんですね。なので少し遅い車を抜くには80キロぐらいでは永遠に抜かすことができません。なので80キロ巡航するためには90キロ以上の加速でさっと抜くのが一番いいと思います。で次良かったのはこのアラウンドビューモニターですね。これが標準装備は本当すごいと思います。でこれね広範囲なんですよね。自分もあるんですけど自分はこんなに広範囲ではありませんでした。これ1個横の道路プラスそのさらに横も見えるんですね。自分のキャンピングカーもこれに付け替えたいぐらいです。で今後なんですけど、これ今ミラーが鏡なんですけどデジタルインナーミラーに変わるようです。ドラレコ内蔵のやつですね。こちらも付けば後ろの視認性はもうバッチリだと思います。次はこの2日間改良されたディスカバリーで感じた車内のことなんですけど、かなり良くなったんですけどまだ気になるポイントありました。まずは1つ目なんですけど、照明です。抵抗が入ってちらつき軽減されたんですけどまだ少しあります。これが許容範囲かどうかですね。自分はもう大丈夫かなと思うんですけど気になる人は気になるかもしれません。で照明の消費電力ですね。これも結構あります。今この LED ライト、テープライトとか全部つけた状態で 240W ぐらい消費されています。このテープライトが結構消費電力高くて、これ消すと現在96なんでテープライトだけで 150-60W 消費されています。ちなみにテープライトはこれです。この両端のライトですね。でライトなんですけど気になったのが高周波の音です。自分ちょっと聞こえました。高いキーンっていう音っていうんですかね。これ人によると思うんですけど、この辺ぐらいからですねなんか音がしたんでちょっと歩いてみたりとかしたんですけど、やはり音がしていました。で消すとなくなったんで多分照明だと思います。ずっと鳴ってるんじゃなくてたまに鳴る感じです。長時間つけているとなんか音が聞こえるような感じです。周波数で言ったら多分ね5000か4000とかもしかしたら6000とかそのぐらいかもしれません。自分は昔音楽のレコーディングの仕事をしていたんでかなり音に敏感になっているかもしれません。年齢が上がってくると聞こえない音になりますんで、この音が気にならないという方もいてるかもしれませんし、もっと若い方30代20代とかが聞くとさらに高周波の音が聞こえるかもしれません。この辺は人によるし、もしかしたらこのモデル以外の車はなくなっている可能性もありますし、何とも言えない状況なんですがちょっと気になったんでお伝えさせてもらいました。で次はすごい小さいことなんですけど、このカーテンすごくいいんですけど丈がね全然足りないんで、この辺はまだ自分で自作するかなんか改良した方がいいかもしれません。もしくはこれはもう目隠しとして利用して断熱効果のあるカーテンをここにつけてもいいかもしれません。気になったデメリットはそのぐらいで本当に今回いい車になっていました。そしてすごくいいなと思った点なんですけど、まずメリット1個目ですね。このテーブルの改良小さくなってめっちゃ良かったです。このスペースがあるだけで手も突っ込んでソファーベッドの展開と収納もすぐにできるし、ソファーベッド出した状態で少し歩いてこっちが行くこともできます。でも大人数でテーブル囲むときは前の状態に大きくすることもできます。
かなりいい改良ですね。次はバンクベッド、かなり実用的でした。これなら全然大人も眠れます。で、自分気に入ったのがですね、この出しっぱなしで固定できるんで、そのまま走行できます。もうバンクベッドが常設ベッド状態ですね。これは家族旅ではかなり強い味方になると思います。次はこのコンロですね。カセットガスコンロ、こちらスライドになりました。これ本当いいですよね。デッドスペース有効活用だし、取り出しやすく設置もしやすいです。自分のキャンピングカーもこれ採用したいぐらいです。次良かったのがテレビですね。今回地デジとナビ両方見れるようになっています。やっぱり地デジは見れない箇所が多いんですけど、山の中とかナビは本当強いですね。なので2つ見れるのは強いと思います。そしてナビはこのスピーカー後ろに流れますんで、かなりいい音で聞こえます。ここに家族、子供とか奥さんが座っていて、で運転席にお父さんが座っていて、ナビで何か流しながら同じ音楽とか聴きながら旅に行くのも楽しそうですね。ただ注意点としては、この地デジこちら側のテレビのチューナーの音はこのスピーカーから流れません。ナビの音のみになります。せっかくいいスピーカーがついてるんで、なんか DVD とかも見るときもこのスピーカーから今後聴けるようになったらいいですね。でその他改良されたポイントがあります。まずはこのポータブルバッテリーなんですけど、ここに専用のポータブルバッテリーがあります。で充電がここからケーブル出して、でディスカバリーのこの AC に挿して充電できるようになったようです。なので重たいポータブルバッテリーを毎回キャンピングカーから出さずに、もう車内に置きっぱできます。これは嬉しいですね。そして自分すごくいいなと思ったのが、この窓なんですけどスモークになるようです。今結構丸見えなんですけど、でシェードすると全く見えないですよね。でもスモークなら窓開けたまま中の様子見れませんので、中からは景色が堪能できます。もう最高の窓ですよね。自分もそんな窓がいいです。そしてこの塗装なんですけど、オプションで選べるようにしたそうです。全塗装は75万円だそうです。こういった感じでホイールも塗装してくれるようです。でハッピーワンのようにボディは白だけで、周り塗装するとかは50万円だそうです。で前紹介した白のカラーリングは塗装費用かかりません。それでは JP スタさんに帰ります。四駆のディスカバリー今開発中のやつなんですけど、もし撮れそうだったら軽く撮影しておきます。はい、戻ってまいりました。はい、ちょっと開発中の四駆見せてもらいます。これが今現在開発中の四駆の新しいレイアウトです。ちょっと入ってみます。お邪魔します。ここにダイネットスペースがあって、リアに縦のベッドがあります。でリアマルチルーム、これすごい自分も理想のレイアウトで、今度プロデュースさせてもらうキャブコンと同じレイアウトです。でこちらリアマルチルームですね。シャワーとトイレですねあります。こちらもマックスファンついてます。でダイネットスペースちょっとちっちゃめなんですけど、横に超大きい冷蔵庫あります。で電子レンジ、キッチンスペース、こういったテーブルもあります。で換気扇とクーラーです。でこれすごいのがね、なんと2段ベッドなんです。上見てください。ここにベッドがあります。これが降りるんですけど、なんと行きますよ。電動なんです。これでリアの2段ベッドになります。で下はこれ延長するようです。こうやって、これで下2人行けますね、大人。ベッドの下これ開くんで収納になってます。でこっちも開きます。これも本当理想ですね、自分は。でバンクはここまだ切り抜いてないバージョンなんで、今後切り抜くようです。でまだまだ変わるようなんで、また4駆モデルできましたら動画出したいと思います。でなんとですね、これ遊びで作ったキャンピングカーあるみたいなんで、ちょっと見せてもらいます。お邪魔します。こちらは幅 2m20cm と広めで、長さも 5m 超えてるんで、普通のコインパーキング 2×5 に止めれないんですけど、これはもう本当に遊びで作ったようです。でリアはこれ、ここも昇降式のベッドですね。で大きい冷蔵庫があって、でその反対マルチルーム、もう備え付け型のマルチルームですね。でシャワーがあって、ここも換気扇があります。やっぱ広いんで蛇口、手洗うとこも広いですね。でタオル掛け、こんなんもあります。至れり尽くせれてですね。でダイネット結構広くて、これ面白いのがなんと洗濯機あるんですね。これめちゃくちゃいいです。自分のキャンピングカーも洗濯機欲しいです。こんな感じで JP スタさんはかなり面白いキャンピングカーを作りますんで、またでき次第随時動画にしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。